こんにちは、キキです。今日はひな祭りについてお話ししたいなと思います。ひな祭りって何かって簡単に説明すると、3月3日に女の子の健康を祈って行事食を食べたり、あとは人形を飾ったりする行事だよね。あとは地域によっては人の形をした紙を川に流すっていうところもあるみたい。じゃあなんで3月3日なのかっていうと、これにはいろんな説があるんだけど、まず季節の変わり目はそもそも邪気が入りやすいっていう説があって、今冬が終わりかけて春になろうとしてるでしょ。そこで、邪気が入ってくるんじゃないか、だからここで、行事一点やっておこうっていうことが一つと、あとはひな祭りって別名桃の節句って呼ばれてるんだよね。で、桃はそもそも古来から新鮮な食べ物として、または邪気を払う食べ物としてとされていたので、桃の季節が3月だから、それに合わせて桃の節句に合わせて、3月3日にしたっていう説。でもここであれって思わない？桃の旬って6月とか8月とかじゃなかったってそう思ったあなた、大正解。1ポイント差し上げます。そうなんだよね。桃の果物の旬のことを3月だって言ってるんじゃなくって、これは桃の花が3月にできることから桃の節句になってるんだから、そこはちょっと知らないとあれとは思うよね。で、ひな人形について少しお話ししたいなと思って、ひな人形ってすごく立派なお人形でしょ。これはね、子供たちの代わりに病だったり、あとは事故だったり、いろんなものの身代わりになってくれるものだと考えられているのだから、すなわち女の子の健康になったり、女の子がすごく繁栄できるようにっていう象徴のものなんだよね。で、確かに人形って人の形っていう漢字書くじゃんね、だから言われてみれば人の身代わりになってくれるっていうのも一理あるなと思っていて、そういった考え方を身代わり信仰っていうんだって。で、ここでさっきの川に人形を流す、人の形の紙を流すっていうのもつながってくるんだけど、それもその紙が人の代わりになってくれる、あるいはその人形が清められるっていうので身代わり信仰の一部ではあるんだよね。じゃあこれは一体何を示しているのかっていうと、まず1段目の人はキングとプリンセスキングとプリンセスって日本の伝統のことを紹介してるの、そんな言い方ないですよね天皇と皇后を示していて、でその天皇が持っている杓っていうものがあるんだけど、細長い棒みたいな木でできたもの、それの裏にはその行事の進行であったり出席された方の名前が書いてあったんだって。いわゆるカンペみたいなやつそれをね、こうやって実は裏から読んで、参考にしていったんじゃないかなって。あと皇后の方が持っているうちわのようなもの、それには自分の顔を隠すっていう役割があったみたい。っていうのも、既婚者の女性が男性の前で顔を明らかにするっていうのがあんまりいいとされてなかったみたいで、それで口元だったり少しお顔を隠すっていう役割があったみたいで、それを聞くとね、今のイスラム教の一部の方もそういった文化があるところがあるから、宗教の方針があるところがあるから、それとちょっと似てるなって正直思いました。次に2段目にいるのが三人官女っていう3人の女性ね。この方たちは誰かっていうと、天皇皇后の身の回りの世話をしていた比較的地位の高い方で、この3人の中の1人だけ歯が黒くって眉毛がない人がいるの。なんかね、今の感覚からするとちょっと怖くない？あとよく見ると髪の毛も怖くないそんなね、当時の時の美的感覚を批判するつもりはないんだけど、感覚が違うなっていうのは思うかな。で、面白いのが3人ともがお酒にまつわる道具を持ってるの。お酒を継ぐ時の道具だったり、お酒を汲んだコップを置く台だったりとんだ飲み会をしてたんだなとか思うけどそういうのは冗談で、なんていうか、お酒がその時代のこの行事に深く関わってたんだなっていうのがなんとなく見えてきますよね。
で3段目にいるのが5人林。この人たちは何をしてるかっていうと音楽を奏でてるんだよね。比較的若い顔立ちだなって思うかもしれないけど、これは11歳から16歳の子供がここに選ばれてたから、本当に若い子たちだったんだなっていうのと、5人林の林は何かっていうと、これは日本の伝統の音楽の名前なんだよね。でそれは今ユネスコ無形文化遺産にもなってるぐらいなんだけれど、それを奏でているのがこの5人林の人たちで、その下の4段目にいるのが随神って呼ばれる方々ね。この人たちの役目は何だったかっていうと、今でいう警備、役職のある方をお守りするためのいわゆるボディーガードだったの。だからよく見るとここに弓が入ってるんだよねあれ日本だから刀じゃないのって思うじゃん。でもこんなね分厚い服着てたら刀のような俊敏な動きできないもんねだからその時代は弓だったんだとは思いました。でその下5段目にいるのが司長って呼ばれる、これも雑用係なんだけど、その三人官女との違いは、ここ一番下は一般市民から選ばれてたみたい。いわゆる奴隷っていう感じですごくきつい仕事をさせられてたみたいで、ギリシャでさ奴隷制度があったっていうのは有名じゃん。例えば哲学者も奴隷制度を賛成していて、奴隷をしてくれる人がいたからこそ哲学をたしなむ時間があったっていうのも歴史もあるじゃん。でも日本もそういう風に奴隷があったんだなっていうので、私は正直びっくりしました。このひな人形いつ飾るかっていうと、そんなね3月3日に出して3月3日にしまうなんてことはしなくって、2月の頭あたりから出しておくの。でも3月3日以降はすぐ片付けた方がいいとされてて、片付けないと婚期を逃すって言われることもあるんだよね。これは何でかっていうと、天皇と皇后が対になっていることから、ひな人形は結婚の象徴にもなっていて、だから2月頃から早めにひな人形を出すっていうことは早く嫁に出すっていうこととの言葉かけにもなっていて、早くしまうっていうのは早く嫁に行くっていうことにもかけられてるの。だからそれを遅らせれば遅らせるほど婚期を逃しているっていう風に見られることもあるんだって。なのでこれは言い伝えだからあんまり関係ないっていう見方もあるみたい。あとはひな人形自体はさっきも言った通り身代わりになってくれるもので、その3月3日には毛刈りだったり邪気っていうものをおびただしい量を持っている状態だから、それをそのままお家に置いておくと逆にそのエネルギー、悪いエネルギーを放出しちゃうんじゃないかっていうことで、しまうみたいで、しまうって言ったはいいけど、これ来年使い回すのかなって思わない？だってさ、今言ったみたいに邪気とかがある状態じゃん。来年もう一回出したらその邪気とかが出てきちゃうんじゃないのって思わない？そう思って調べたんだけど、本当にそういう考え方はあるみたいで、結構毎年買い替えた方がいいよっていう人もいる。でどうやって処分するかっていうと、やっぱりさっきも言ったけど天皇とか皇后の言っちゃえばフィギュアだからゴミに出すなんてことができないじゃん。で人形供養っていうところに出すんだって。そこは神社だったりお寺っていうところにお寺にあって、お焚き上げをしてくれたりお経を読んだりしてくれるところで、費用がね1万円ぐらいするらしいのこの人形にでさえ魂があるって考えて供養をして、お金を出してまで、最後まで大切にするっていうのは日本独特の行事だなと思うかな。で、あとは人形会社の方がね、使い回されると儲けが出ないじゃんなるべく毎年買ってほしいでしょ。だから人形会社はそうやって言うんじゃないかな。でもね、うちにはおばあちゃんの代からのひな人形があるし、全然毎年それでも綺麗に取ってあって使えるものだから、こういう私みたいな使い回すっていう人は全然少数派ではないと思うやっぱり安いものではないの。だから一度しっかりとしたものを買って毎年出す、しまっては出す、しまっては出すっていう過程もあるんじゃないかなとは思っている。あとは行事食、何を食べるかっていうと、ハマグリをよく食べることがあるのね。なんでかっていうと、ハマグリの貝ってこの貝と貝が同じ形をしていて、なんだか
ぴったりな夫婦、幸せな夫婦っていうのを象徴しているから縁起がいいものとされていて、ハマグリのすまし汁だったり、あとはおせち料理に使われたり、あとちょうどこの時期が魚介だったり春のお野菜が美味しい時期だから、そういうものを使ったちらし寿司を食べることがある。あとはひなあられかな。ひなあられとかひし餅っていうこういうひし形の餅、それがピンクと白と緑色なんだけど、それぞれの色に意味があるのね。例えばピンクだったら邪気を払うとか、あとは生命を示していて、白色は清らかさとか雪の大地を示してて、で緑は木々の芽吹きだったり健康を示しているの。だからすなわちこの3つを取り入れることで大地のエネルギーをいただいてるとか、それで、活発になったり、あとは邪気を払って健康になるっていう、そういう迷信があるんだよね。最後にひな祭りの時の歌を紹介したいなと思っていて、そう、この日のためのちょっと暗めの歌があるの暗めの歌なんだけど、保育園とかで習うんだよね。そこで勘定とか五人林っていったさっきのひな祭りのそれぞれの役職の名前が出てくるから、ちょっと難しい言葉だけど日本人も知ってる人が多くって、よかったら聞いてみてください。私は個人的にはこのひな祭りがあると、もうすぐ春になるなとか桜の季節が来るなっていう、そういう感情になるかな。日本ってすごい桜のイメージが強いと思うんだけど、実際桜が綺麗に咲いてる八分咲きだったり満開の時って1週間から10日ぐらいしかないんだよね。だから海外の方で日本の桜をぜひ生で見てみたいと思っている方は、航空券を予約するのにぴったりのシーズンじゃないかなと思います。というわけで動画を最後まで見てくださってありがとうございました。またねー。